YouTube ユーザーのロビーが車のダッシュカムで撮影した映像です。ある日、ロビーが信号待ちをしていたところ、左側から白い車が交差点に進入。この白い車の屋根には自転車が取り付けられていたのですが、この自転車にご注目ください。白い車がロビーの目の前を通過した瞬間、なんとその自転車が消えました。映像をよく見てみると、ロビーの車のフロントガラス越しにははっきりとその自転車が映っていたにもかかわらず、一瞬で跡形もなく消えてしまいます。この映像を見て、世界はシミュレーション中が騒いでおり、他にも自転車がエイリアンに盗まれたとコメントする者もいます。最先端技術でなんで自転車を盗むねんという気もしますが、皆さんはどう思われるでしょうか。ホラー映画「リング」、その衝撃は日本だけでなく世界中の恐怖映像の在り方を変えました。このビデオを見た者は7日後に死ぬ。その都市伝説の中核にいるのは、井戸から這い出す女、貞子です。1998年に公開された第1作には、今も議論の的となっているあるワンシーンが存在します。終わった。松島菜々子演じる主人公がベランダに立ち、真田広之演じる高山と短く会話を交わします。その直後、2人が部屋へ戻り、ガラス戸が閉まったその瞬間、ガラスに映ってはならない何かの姿が反射しているというのですが、正直私にはよく見えません。女性の顔が映っているのですが、個人的にはそう言われたらそう見えなくもないというレベルです。撮影スタッフかと思いきや、姿は誰とも一致しないようで、これが撮影中の雰囲気に引き寄せられた、同調した例ではないかとささやかれています。皆さんはどう思われるでしょうか。この映像は SNS 上で瞬く間に拡散され、多くの視聴者に衝撃を与えました。ある男性が何気なくカメラを回していたその時、信じられない光景が目の前に現れます。何かが宙に浮いています。私はよく分かりませんでしたが、あれは宙に浮かぶ犬だそうです。その犬はピクリとも動かず、まるで魂が抜けたかのように浮いています。近くにいた別の犬たちがその様子を見つめています。あれは風船じゃないかという声もありますが、バランスを崩さずに飛行しており、その動きが風船とは明らかに異なるという意見もあります。撮影者は自分の目の前で本物の犬が浮いていたと証言しています。もし事実であれば、犬好きとして一度生で見てみたいですが、果たしてあれは一体何だったのでしょうか。これはある女性が我が子を撮影したものです。この子供に不気味なことが起こります。子供は床をハイハイしていると、突然後ろに引っ張られるような動きをします。映像をよく見てみると、まるで誰かに足をつかまれているかのように、
自分の意思とは無関係に体ごと引きずられています。撮影者の女性はその様子を見てパニックを起こし、即座に撮影を停止したそうです。彼女は動画を投稿して、我が子に何が起こったのか意見を求めましたが、未だに何が起こったのかは謎のままだそうです。次にご紹介するのは雑な心霊映像のコーナーです。このコーナーでは他のチャンネルでは取り上げられない少々荒い心霊映像を特集しています。それではご覧ください。 Dime si tú ves al fantasma en este video. いかがでしたか？近所のバイク屋のおっさんが見ろよあれ、まるでゼータガンダムみたいだ、可変型幽霊だなって言ってました。次は心霊写真のコーナーです。このコーナーでは世界中から収集した心霊写真をご紹介します。今回の写真は Reddit ユーザーが投稿したものです。投稿者によれば、この不気味な写真は彼らの職場レストランの屋根裏で撮影されたもので、そのレストランはかつて住宅や劇場として使われていた歴史ある建物だといいます。この10年の間、従業員の間では数々の幽霊体験が報告されてきましたが、この写真こそが初めて映像に残った証拠だったそうです。それではご覧ください。個人的にはもじもじくんにしか見えませんが、投稿者はこの画像に黒い影のような霊が映っていると信じており、長年ささやかれてきたこの店には幽霊が出るという噂を裏付けるものだと考えています。この屋根裏に一体何が潜んでいるのかは今も謎のままですが、この写真は今なお激しい議論と憶測を呼び続けているそうです。皆さんはどう思われますか？ペルーにある町トトスイチャパ、ある倉庫で働く撮影者の職場では、かねてから幽霊の少女が出没するという噂があり、多くの作業員が不気味な気配を感じていたといいます。ある日、彼は恐ろしい体験を TikTok に投稿しました。映像の終盤、突然少女の笑い声が録音されます。その笑い声はまるですぐ近くにいるかのように聞こえますが、動画編集ソフトで少女の声を後から挿入した可能性を完全に否定することはできません。撮影者の職場では少女の幽霊が現れると噂されているようですが、果たしてあの笑い声は心霊現象だったのでしょうか？心霊スポットで素敵な悲鳴を上げるアドベンチャーアラーの映像です。彼の映像に前置きはいりません。それではお聞きください。ابو محمد بسم الله الله اكبر الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم حسبنا الله ونعم الوكيل اقسم بالله الموقع هذا مو طبيعي يما يما
حسبي الله ونعم الوكيل. من وين النحشة؟ يا جماعة أنا ما أقدر والله العظيم، أول مرة تصير معي الأحداث هذه، والموقع أنا ما أعرفه. استودعتكم الله الذي تضيع ودائعتكم. いかがだったでしょうか。不覚にも最後のシーンで吹いてしまいました。とある家族の通夜の様子を撮影した映像ですが、どこか様子が変です。映像にはパニックになっている人たちが映っています。説明によると、映像に映っている女性が亡くなったはずの人で、棺の中に安らかに横たわっていましたが、突然起き上がりゆっくりと座り出したそうです。この出来事は会場にいた家族や友人に強い衝撃と恐怖を与え、叫び声を上げて逃げる者もいれば、呆然と立ち尽くす人もいます。残念ながら映像は非常に短く、本当に死者が蘇ったのか、あるいは演出されたフェイク映像なのかは断定できません。普通に考えれば、死者が蘇れば世界中に報道されるような気もしますが、皆さんはどう思いますか？最後はギンペディアのコーナーです。このコーナーでは心霊映像をより楽しむためのオカルトに関する豆知識をご紹介します。今回は心霊現象と脳についてです。誰もいない部屋で自分の名前を呼ぶ声がはっきり聞こえる、そんな身の毛もよだつ体験をしたことはありませんか？実際心理学の調査では、成人の約10から 15% が一度は幻の声を聞いたと回答しており、その多くは疲労やストレスで感覚が鋭くなった深夜に起きています。スイスの神経科学者たちはその幽霊の声を白昼の実験室で再現しました。鍵は脳が頼りにする動機をわずかに狂わせること。被験者はボタンを押すたび、背後のロボットアームに背中を突かれますが、研究者はその動作に数百ミリ秒の遅れが出るように仕込みました。脳は自分の動きと触覚を結びつけられず、今誰かに触られたと誤認します。さらにイヤホンにはホワイトノイズを流し、その中に被験者自身や第三者の声をごく微量に混在させました。触覚と聴覚両方のリズムがずれ切った瞬間、脳は欠けた情報を補完し、見えない人のささやきをリアルに生成。わずか数分で参加者の6割以上がはっきり人の声がしたと報告し、中には複数の人物が会話する情景まで語る人もいたのです。この実験は疲労やストレスで感覚が鋭くなった深夜、私たちの脳が同じ罠に落ちる可能性を示しています。ひとたび動機が崩れると、静寂の中に呼びかけが響き、背後に気配が立ち上がる幽霊は外から来るのではなく、脳が自ら作り出す影かもしれません。さて、あなたが夜更けにその声を聞いたとき、それは本当に誰かのささやきでしょうか？それとも脳が仕掛けた完璧な錯覚なのか？次に耳を澄ませるとき、思い出してみてください。それでは本日のメイン動画です。ご覧ください。いかがだったでしょうか？これが噂の怪盗キャットです。ご視聴ありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。贅沢は言いません。よろしければチャンネル登録と高評価、他の動画を10本ほど見てください。それではさようなら。